皆さんこんにちは。e スイングプレミアムインストラクターの比嘉です。よろしくお願いします。今回はいつもと違った形で YouTube のレッスン動画を皆さんにお届けしたいと思います。今回一緒に YouTube 撮っていくのはいつも私のカメラマンをしてくれてる萌えです。はい、ぜひこちらへよろしくお願いします。今、撮ってる萌えは私と同じ年で約1年前からゴルフ始めてるんですけど、今撮ってていろんな疑問だったりとかがあるということで、それを突っ込んでもらいながら喋りながら、ちょっとゆるく撮っていけたらなと思います。はいちなみに萌えのベストスコアは100はまだ切れてないね超濁してますが、だいたいね100切りまであとちょっとということで、今頑張って練習してるので、今日いろいろ突っ込んでもらってやっていきましょう。はい、じゃあお願いします。カメラマンに戻ってもらって、戻ります。行ってきます。はい、今日のレッスンはダフりの原因と、練習ドリルをお伝えしたいなんだけど、前回なんか直近でレッスンした時に、結構ねやっぱ萌えもダフるんですよ。そうなんですよね。ダフってる印象強いなみたいな。めっちゃ地面掘ってるんです。地面掘ってる。掘ってます。そうなんで今日はねちょっとそのダフりについて説明します。お願いします。よく聞くのが、練習場とか打ちっぱなしで気持ちよく振れるのにコース行っちゃうとダフってばっかでしかまとまらない人、結構いるかなと思うんだけど、それってなんでなの？あれは私これレッスンみんなのお客さんとかもしてて思うんだけど、やっぱりなんかそもそもダフってる風に気づいてない。そう、練習場って基本人工芝で、ちょっと多少ダフってもなんか気持ちいい感じの当たりに感じることがある。でそれに気づいてない、なんか気持ちよく打ってんなーってなって、でコース実際出たらやっぱそういうごまかしって聞かないから、めちゃくちゃ地面掘ってなんかコースじゃうまくいかないみたいな感じで思う人がいる。じゃあもう最初からダフってるよってことだよね。練習の時点でちゃんと練習でもダフってるよっていうことは結構思う。練習しててなんだけど、今回はトラックマン使うから、前も使ったことあるけど、トラックマンって数字がねやっぱ正確にめちゃくちゃいろんな数字が出るので、トラックマン使ったらそういうのもなくなってくる。ちゃんと分かる、ダフってるんだな今のみたいな、自分で自覚することができるから、やっぱすごい機会なんだよね。じゃあまず私たちみたいなダフる人のスイングをやってほしいんだけど、そのダフる数値っていうのをまず見たいなって思うので、じゃあちょっと最初に1回ダフります。お願いします。じゃあダフるやつね。いきます。ダフりすぎた。でも出た。数値出たんでこれで説明します。今私わざとまた振ったんだけど、わざとだよ。わざとね。わざとだよ。トラックマンで見るのは、ローポイント距離っていうところを見るんだけど、ローポイント距離が 10.4B って今見えてるんだけど、あそこが B の数値っていうのはクラブの最下点。クラブってこうやってスイングって円運動するじゃん。するね。こうやってね振るからね。でその最下点がボール構えた時のこのヘッドの位置よりもこのスイングした時の円の最下点がね 10.4 センチ今こう手前に入ってるわけですよ。で手前に入ったところからボールに当たるからもうダフってるよね。地面ゴーンと叩いて球に当たってる状態っていうのが分かる。ローポイント距離を見れば。でプラスであと見てほしいのはアタックアングル。あんまみんな聞きなじみがない。そうだね、あんまり聞かないかも。アタックアングルはボールに対してのクラブの入射角を見てる数値なんだけど、プラスの時っていうのはボールに対してアッパーに打ってる。下から煽って打つのがアッパーブロー。アッパーに打つとプラスの数値になる。
これは良くない、マイナスにならなきゃいけないんだけど、ちなみにローポイントは何になるのが正解？知ってるよね、レッスンしてるからね。そうそう、ローポイントは A に入って、アタックアングルっていうのはマイナスに入る。マイナスに入ると、じゃあどういう捉え方？アッパーじゃなくて、アッパーの逆はダウンブロー。当たり、さすが球があったら上から球を潰すようにダウンブローに入っていくと、球は自然に上がってくるから、まあ今回見ていくのはアタックアングルとローポイントっていうのを修正できれば、実際コースでもちゃんと当たるし、傾斜でもちゃんと当たるようになってくるので、これをやっていきます。はい、はい、お願いします。じゃあ次はダフる原因について喋っていくんだけど、まずダフる人の特徴として多いのは、構えてからインパクトの時に左に体重が乗れてない人が多い、で、じゃあ例えばどういう状態かっていうと、構えて、これ7番アイアン、7番アイアン、はい、7番アイアンです。構えるじゃないですか、基本アドレス構えた時の体重配分っていうのは5対5で構えて、正しい体重移動は5対5で構えたら、バックスイングだいたいやっぱ7対3、右7左3で上がってきて、インパクトの時には左に8-2でフィニッシュで、ほぼほぼもう10ぐらい乗ってる状態、100% ぐらいはフィニッシュで乗ってる状態っていうのが理想的なんだけど、ダフる人は5対5で構えてバックスイング上げて、逆にこっちが強く8-2とかになってる、左に乗んなきゃいけないのが逆になってる人はやっぱ手前叩きやすくなるから、体重移動の仕方の問題が一つあるかなと。それは、最初からドレスの時点で左に乗っておくっていうのは、アドレスで5-5じゃなくて7-3とかで構えるってこと？左重心で振っちゃう。いいじゃんいいじゃんっていうか、実際にプロゴルファーも取り入れてた。なんか一時期ね流行ってたんだよね、左一軸打法みたいなのがあって、構えた時が5-5じゃなくて、今萌が言ったみたいに7-3で、もう軸1本で構えといて、バックスイングする時も7-3、逆7-3だよね。通常は右に7なんだけど、この打ち方だと構えから左にあるから、バックスイングの時も左7、こっちが3、そしたら体重移動が少なくて済むから、当たる確率としてはダフりとかトップっていうのは少なくなるんだけど、体重移動しない分飛距離が落ちるんだよね。こう体重が乗せられないからね、で飛距離が落ちるから、なんか最近のプロの試合ってある程度のやっぱ飛距離が必要になってきてるわけ。ってなると、この打ち方を今やってる人っていうのは少なくはなってるので、今回は基本の5対5から、そうだね、飛距離も飛ぶならそっちの方がね、そういいから、5対5からちゃんと左に乗って球を打つ練習を教えます。お願いします。はい、じゃあ早速修正ドリルをやっていくんだけど、まず、体重移動って聞くとやっぱ結構みんな間違ってる方が多くて、特にねゴルフ始めたての方って体重移動って聞くと、こう右に乗って左に乗る、これがなんか体重移動って思ってる方が結構いる。で、右に乗って体重やっぱ移動はするんだけど、ゴルフの体重移動って回転が入るわけですよ。回転が入りながらの体重移動が正しいから、右に乗ってっていうだけだと、これってスウェーって言って、重心が右に体の外に逃げちゃってるから、この状態から左の股関節に乗ることは難しい。だからまずは右の股関節に入って左の股関節に入ってくるっていうのがゴルフの正しい体重移動の方法。ただ横に流れるだけじゃないよっていうだけ。この股関節に乗ってる感覚をつかむことが大事。で、そのね
練習方法なんだけど、まずバックスイング右に上げるときに自分の右足の外側から自分のこの腰にクラブ当てて、まず右に乗り方なんだけど、この自分のこれが軸になってくるので、ここから腰がこう流れちゃうのがスウェー。これはもう左に乗りにくくなっちゃってるので、右にここを押さえたらこのまんまの状態で回転を入れる。これだけでも体重って右に入ってくるから、バックスイングで10乗るわけじゃないから、5対5から7対3回転だけで入ってきます。この時に注意するポイントは膝が乗る時にバコーンと伸びる人、結構これ女性に多いかも。バックスイング構えた時のこの膝の高さがダーンって解放されちゃう、これも股関節に乗れてない。あ、そうなんだ。そう、力がポーンって逃げちゃうから、この構えた時の膝の高さっていうのはなるべく変えないように回ってあげる。で、分かりにくい人はこの状態で少し屈伸入れる。ちょっとお尻グッて下げるとここに乗ってる感覚が分かるから、これができれば OK。 これが流れて屈伸しても全くここに力入んないのよ、だからちゃんと膝の高さ変えずにここの棒の中で回転して、分かりにくかったらちょっとしゃがんであげたらこことここが張ってくる。これでバックスイングは OK で、ここまでできたら次左の踏み込みが今日はポイントなんだけど、今日やるのはステップ打ち、ちょっと難易度高めなんだけど、やり方としては構えて、まずはいつも通りのアドレスを取る。で、アドレスを取ったら左足を右足に合わせて足を揃える。そしたら足を揃えたところでいいからクラブを置いて、でこの時に膝はちょっとやっぱアドレスぐらいは曲げてた方がやりやすいかも。ピンって張った状態は軽くちょっとふわっとね曲げてて、でバックスイング上げて左に踏んでから球を打つ。もう一回いきます。それは、いつも通りのスタンス幅。いいね、今の質問。構えた時のこのスタンス幅よりも、がっつり大きく踏んじゃって OK。なので一回じゃあ素振りでいきます。普通に構えるじゃん。で右足に足揃えてバックスイング上げて踏んでから振る。リズムよくじゃあいくと、上げて、今のでポイントはさっき萌が言ったスタンス幅は大きめに踏み込んでいいから、踏み込んでフィニッシュ取った時に右足がちょっとズリってこう引きずられるのを感じられたら左の体重移動は OK。 これが無駄にこう右足を踏ん張りすぎないように、右足はズリっと全然寄ってきていいから体重移動、とにかく踏み込む練習をしてあげる。じゃあ打ってみる。お願いします。今みたいな、練習ステップ打ちをしてくると、トラックマンだとね、さっき言ったローポイントが A に入ってると思う。で、アタックアングルがマイナスの数値に変わってきてると思うのね。で、最初今私普通に振ってる、いつも通りのテンポで振ってるんだけど、結構ねこれやると難しいんだよね。多分最初の初めてやる方はなかなかタイミングだったりとか、こう踏み込む時に手から打って足が最後に出る人とか結構いる。だからゆっくりでいい。大事なのは上げて足から踏み込むこと。手からいっちゃったらもうこれ意味ないので、足から踏んで手が先に、手が後からついてくるのが正解なので、焦らなくていいからゆっくりの自分のテンポでやってもらって、踏み込む感覚を掴んでみてもらってください。やってみます。はい、お願いします。次、修正ドリル2個目やるんだけど、私今腰にスティックをつけてます。でこれどうやってつけてるかというと、このベルトの穴
穴にこうスティックを通してます。で、付け方としては、こっち右側は短く、足より外に出ないようにして左を長くしてあげて、で構えるじゃん。でさっきステップ打ちで体重の踏み込み方を習得したら、次はさっき一番最初に言ったように、ゴルフは横移動だけじゃなくて回転の動きが入るんだよね。この回転の動きを習得するドリル。はい。でどういうことかというと、普通に振っていいんですけど、回転が入らない人、体重だけでこう球を打つ人っていうのはフォロースルーでこうやって当たるんですよ。ビヨンってこっちにが当たらないにしてもちょっと振りにくさを感じる、この棒があることによって。これは回転が入ってないから。回転が入ってくるとバックスイング上げて、腰っていうのは完全に左に切れてる状態なので全く気にならないで振れるはず。ここまで後ろ向きます、インパクトの時っていうのはね。この状態で振ってあげれて、で打った後、これ打ってから説明するわそう、まあこれに当たらないように打つ練習ね。はい、じゃあちょっとやってみようかな。はい。ギリギリ A あ、でも A だったら大丈夫。もう大丈夫。そう、大丈夫。 B だったらもうダメなのね。NG。 そうでね、今説明するの忘れたからもう一回振るんだけど、打ってフィニッシュ取る。でこの時にプラスでやってほしいのは、振った後に右足ポンって上げてほしい。ポンって。でこの時にスムーズに振ってすぐ上げなくていいよ。バランス取れてからポンって上げて、バランス取れれば体重がちゃんと左に移動できて回転も入ってるでしょ。これがね、例えば右足が上げれないとか、こう上げた時にこうよろけちゃう人っていうのは、まず右足が上げれないのは体重移動不足で、こう上げたけどよろけちゃう人は回転不足があるので、これもね余裕があったらやって打ってペッて上げれるとかっこいいのでやってみてください。お疲れ様です。今回はダフりが多い方に向けたレッスン動画になってるので、最近なんかダフるなとか、練習うまくいくのにコースめっちゃダフるトップするなって方はやってみてもいいかなと思いますので、あとなんかちゃんと当たってるのに飛ばないなっていう人も結構有効なドリルかなと思いますので、皆さん視聴者の方もぜひやってみてください。初めて萌と今日は2人で喋りながら動画撮ってるんですけど、この動画が好評だったら第2弾もやろうと思いますので、皆さんいっぱいいいね、コメントもお願いしますお願いします。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンとコメントお待ちしております。次の動画までお楽しみに。